ゲストの飛騨野まなみさん、自己紹介お願いします。飛騨野まなみと申します。私は子宮体がんステージ4で発覚が29歳の時で、現在34歳となっております。手術と抗がん剤治療をして、今は経過観察中で元気に生きてます。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。さくらさん、自己紹介お願いします。こんばんは、さくらと申します。私は2018年に卵巣がんステージ2、肺がんステージ1ということで、それぞれ、がんを患いまして、ダブルキャンサーになりました。卵巣がんの方は、手術2回と抗がん剤治療をしまして、今、現在経過観察中。肺がんは、まだ手術とか治療はまだ行ってないんですが、一応経過を見ていただいています。という感じです。よろしくお願いします。ひなのさん、子宮体がんがステージ4で分かったと言ったところに29歳の時に、これどのようにして発覚していったかちょっとお伺いしてもいいですか？発覚はですね、不正出血があったんですけど、28歳くらいの時かな、にあって、町のクリニックに通ってはいたんですけど、その不正出血は大したことないね、みたいなことを言われ、1年経ち、で、ある時、急に生理が重くなって、大量出血と、嘔吐と、みたいな感じが、夜中にあったんですよね。で、トイレに、這いつくばりながら、行って、もう血だらけで、で、もう目もチカチカしちゃって、もうやばいって思って、救急車呼んでもらって、そこから検査して、癌ですねっていう感じになりました。大量の不正出血だったいろいろなことあって、救急車で運ばれてっていうことなんですね。その時にもう、検査したらもうすぐ子宮体がんですねってなったんですか？すぐじゃないんですよね。最初は救急車で行った大きい病院も、一回、もう入院できなくて、そのまま一回帰れって言われて帰って、で、いつも行ってるクリニックに行ってくれって言われたんですよ。朝方に。で、行こうと思ったんだけど、1年間放置しちゃってるっていうか、ポリープあったんですよね。ポリープっていうか、ポリープだね、みたいなの言われてたのに、結果そうなっちゃったっていう経緯があって、その医者には行かず、違う婦人科に行って、で、そこで検査してもらったら、これはまずい、早く大きい病院行けって言われて、で、そのまま大きい病院行って、で検査して、でそこでも最初は大丈夫じゃないかな、みたいな言われてたんだけど、結果、電話が来て、次、検査結果聞きに来るときは家族と一緒に来てくださいみたいな言われ、たら癌だったみたいな。切って、開けてみたら、胃の上にある膜ってなって、体毛にも転移してた。で、手術後に言われて、だから、結果、ステージ4でしたっていう感じになりました。だから手術してやったら、ステージ4だったってことね。そう。子宮体がんですって分かった時に、やっぱなかなかないじゃないですか。周りとかにもね、子宮頸がんとか、あるかもしれへんけれども、そのがんが発覚した時ってどういう心境でしたか、まなみさんは。いやーまさか自分がっていう言葉がまさに当てはまったかなっていう感情と、やっぱりな、みたいな。がんではないけどあるだろうなと思ってたんで、その両方ですね。さくらさん、卵巣がんと肺がんがあったということで、発覚に42歳。発覚のところちょっと2つあるんですけれども、詳しくお伺いできませんでしょうか？自覚症状としては、卵巣がんだったんですけど、子宮の方にも転移をしていたので、不正出血とか大量出血とか、そういうものもありました。で、もともと子宮筋腫とか子宮ポリープがあったので、ずっと婦人科の方には通っていて、エコーで卵巣が腫れてるっていうのが分かってきて、ただ卵巣って良性腫瘍が9割だっていうこともあって、4回ほど MRI の検査、いろんな病院、大きい病院も、地元の病院っていうかかかりつけの病院も取ったりとかしたんですけど、はっきりしなくて多分良性だろうっていうことで一旦ちょっと放置してしまったんですよね。4件も回ったしと思って。ですが、たまたまやっぱり、なんでしょうね、風邪をひいた時に、かかりつけの内科に行っ
た時に、そういうことをちょっと今までの経緯をお話をしたら、いろいろ検査してくださって、ちょっと今から紹介する病院に早く行ってきてっていうふうに言われて、で、一度行ったことあった病院だったんですが、いいから行きなさいということで行きました。そしたら、最初子宮体がんが見つかったんですね。ステージ1ぐらいの子宮体がんが最初見つかって、それががん告知でした。開けてみたら、やっぱり私、卵巣腫れててずっと疑ってたんですけど、卵巣が原発だったっていうことが分かったんですね。がんになったりすると皆さんそうだと思うんですけど、転移が全身にあるかどうか調べますよね。で、その時の CT の検査で、偶然すっごく初期の肺がんまで見つかってしまったっていうことで、告知を2回されましたね。がん告知を。その肺がんはなんかその卵巣がんの転移とかではなくて、最初転移かもしれないっていう説明を結構強く受けていたんですけど、画像で見る限りちょっと種類が違うようなので、転移じゃないっていう風で説明を受けて、で、すりガラス陰影っていう進行度が遅いもので、なかなかちょっと大きくならないので今もまだ持っていますね。大きくならないとちょっと手術できないっていうことでしたので。肺のどこら辺にあるの？右左の。肺に2箇所あるんですけれど、2箇所あるの？ 2箇所あるんですよ。右も左もあって、どこら辺って言われると画像でしかわかんなくて自分ではちょっとこう逆になっちゃうかもしれない。上の方と真ん中の方にあります。両方持ってるんや。持ってます。私の場合は左が腫れました。卵巣って親指のこの第一関節ぐらいの大きさなんですね、大体。大体1、2センチですよね。それが、5、6センチ、大きい時7センチとかに腫れたりとかしてたんですけれども、そういう感じでした。